はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが質問です。皆さん人にお願いするとき、どんな言葉を使ってますか？実は同じお願いでも喜んで引き受けたくなる人と、なんとなく断りたくなる人います。その違いはその人の能力でもその人の立場でもないです。お願いの仕方です。今日は上品な人がやってるお願いのコツ3つをご紹介します。では結論からいきます。まず1つ目です。相手に選択肢を与えることです。そして2つ目です。命令ではなくて依頼の言葉を使うことです。そして3つ目です。お願いの後に感謝を伝えることです。そしてこの動画の最後の方にさゆり先生の小話っていうコーナーがあります。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしてまた皆さんにお会いできるように今のうちにチャンネル登録とそしていいねボタンよろしくお願いします。ではまず1つ目の相手に選択肢を与えること。これどういうことかって言ったら、例えば水曜日に打ち合わせをお願いしますって言われるよりも、火曜日か水曜日に打ち合わせお願いできませんでしょうかって言った方が相手は気持ちよく引き受けられますよね。人は自分で選べるって感じるだけで心理的な負担がぐっと減るんです。では2つ目です。命令ではなくて依頼の言葉を使うことです。これどういうことかって言ったら、例えばこれやってくださいっていうよりも、これお願いできませんか、時間ある時でいいのでお願いします、こう言った方が柔らかくて相手への敬意も伝わります。言葉遣いっていうのはその人の品格そのものです。では3つ目のお願いした後に感謝を伝えることです。ただ単にお願いしますっていうよりも、お願いします、ありがとうございます、お願いします、助かりますって言った方が印象いいですよね。相手もまたこの人のお力になりたいなって思ってくれるはずです。では今日のお話をまとめます。上品な人がやってるお願いのコツ3つです。まず1つ目は相手に選択肢を与えることです。そして2つ目です。命令ではなくて依頼の言葉を使うことです。そして3つ目です。お願いの後に感謝を伝えることです。人に何かお願いするときはただ単に自分の要望を伝えるのではなくて、相手に対する敬意も言葉で表すことがとても大事だと思ってます。こういった小さな心配りが信頼される人、そして品のある人へとつながっていきます。ぜひ皆さん明日からこのお願いの仕方を少しでも意識してみてください。ここで皆さんに質問です。皆さん人に頼み事をするときに何を意識してますか？普段心がけていることあればぜひ教えてください。はい、では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイお願いが上手な人も素敵なんですけど、もっと素敵なのはお願いされる人だと思うんですね。この人なら安心してお願いできるっていう人は普段から約束を守ったり、返信が早かったり、小さな信頼を積み重ねていると思います。お願いの仕方もとても大切やけど、お願いしたいと思われる人になることがもっと大切なんじゃないかなと思ってます。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。